皆さん、こんにちは。カズです。今回は特定技能2号試験の説明、建設分野ですね。建設分野の特定技能2号になるための説明をしていきます。この動画の対象者、この動画を見てほしい人は、特定技能2号、建設分野でですね、取りたいなと考えている人、また、まだ特定技能2号を取るかどうか迷っている人、そして、これから特定技能1号でですね、日本で働く人、あるいは働きたいと考えている人、そんな皆さんに見てほしいなと思います。特定技能1号というのは最大でも5年間しか働けません。つまり何の分野でもいいんですけれども、特定技能1号の期間のうちに次のステップですね、特定技能2号の資格を取らないと今後日本で働くことができなくなってしまうんですね。今のところ、その資格、働く資格というのはないです。ですので、特定技能1号で働く5年間の間に、自分の日本での将来のキャリアをどうするのかというのは、きちんと考える必要があります。はい。特定技能2号ですね。建設分野の取得の流れを説明していきます。まずは CCUS、キャリアアップシステムですね。こちらのレベル3、レベル3以上で3年以上の実務経験が必要です。3年以上の実務経験が必要です。これは、いろいろ資格というかですね、スキルのレベルというのはあるんですけれども、現場をまとめる班長ですとか、そのような立場での経験が必要となります。どうですかね、今、皆さんは班長になれそうですかね。あるいはリーダーというか、責任者のポジションというのは働けそうでしょうか。日本の建設現場で班長やリーダーをするということは、日本語の能力も必要になってきます。きちんと周りの職人さんとか現場で働く人とのコミュニケーションを取れるようにしないといけないので、非常にレベルが高いです。はい。で、その実務経験に加えて、希望する業務区分の技能検定1級の合格、あるいは建設分野特定技能2号試験の合格。このどちらかが必要となります。技能検定1級というのもかなり難しい資格、難しい試験となっています。これと同じくらいのレベル、これが建設分野特定技能の2号試験の内容となっているので、どちらの試験を取るのか、どちらの試験で合格するのかということもあるんですけれども、そもそも合格というのは非常に難しいです。特定技能2号という資格はとてもレベルが高いので、本当に現場で働く人に関しては、かなり貴重な人材になれるのではないかなと思います。ですので、最後ですね、まとめると、3年以上の実務経験が1つと、あとは技能検定1級か、建設分野特定技能2号の試験の合格。この2つ。
が必要となります。続いて、試験の詳しい内容ですね。特定技能2号の試験の詳しい内容です。試験言語は日本語で行います。専門用語には翻訳がついているので、すべての単語を覚える必要はもしかしたらないかもしれません。実施方法は学科試験と実技試験の2つになります。ただ、実技試験といっても、実際に何かをする、工事をしたりだとか、何か機械を動かすということはしません。どちらもコンピューターによるパソコンの前でですね、選択式の試験問題となっております。問題数としては学科試験40問、実技試験25問というふうになっています。受験料はですね、一応2000円というふうに書いてあったんですけれども、ここはもしかしたらね、今後変わるかもしれません。そして試験の時間ですね。これは学科試験が60分、実技試験が40分というふうになっております。合格の基準ですね。これ非常に重要です。しっかりと覚えてください。正答率、試験の問題の正解率のことですね。何問正解したらいいのかというと、学科試験で 75% 以上。4分の3は合格し、4分の3は、正解しないといけないです。実技試験も同様で 75% 以上の正答率が必要です。で、この特定技能2号の建設分野の試験ですけれども、どれくらいのレベルなのかというと、技能検定1級と同等の水準。技能検定1級と同じくらいのレベルの試験となっております。で、何を見るのかというと、管理できるかどうか。あなたは特定技能2号として働き、現場で管理ができるのかどうかということを問われる試験となっています。なので、現場で複数の技能者を指導しながら、工程を管理できる能力があるかどうかというのを判断します。なかなか大変ですね、これは。現場で何人、複数ですね。一人じゃないです。一人ではなくて、二人、三人、四人、五人。そういった技能者、働いてくれる方と、その方を指導しながら工程を管理。つまり、いつまでに工事を終わらせないといけないのかということを自分で考えて、今日はここまで、明日はここまで、で、1ヶ月後はここまでというふうに工程を管理するという能力があるのかというのを判断されます。いや、なかなか大変難しいと思います。これは日本人でも簡単にできることではありません。ですので、特定技能2号というのは、もう正直日本人よりもレベルの高い人材になっていくんではないかなというふうに思います。じゃあ試験、特定技能2号の試験ですね、どういうふうに申し込むのかというと、こちらの専用アプリですね。専用アプリから申し込んで、実際に会場を選択。で、会場に行って受験をするという形になります。こちらはですね、スマホアプリになっているので、事前に登録などが必要になってきます。はい。じゃあ、合格するためにどうしたらいいのかということを最後ですね、ちょっとお伝えしようかなと思います。3つありまして、仕事を覚えて指導する立場になろうと。
まずは指導、他の人を教えたりだとか、教育したりというものができないと2号にはなれません。ですので、仕事を覚える。まずこれ一番最初ですね。やること。そして指導する立場になろう。これが一つやることです。そして二つ目。3年以上指導する立場での経験を積もうです。3年です。3年。働き始めてから3年ではなくて、3年間指導する必要があります。どういうことか。特定技能1号の時間は5年間しかありません。その中で3年間は指導の経験が必要となります。つまり、仕事を覚える、指導する立場になるために2年しかないんですよね。長くて2年です。1年目覚えて2年目働いて、もう3年目からは指導する立場としての経験を積まないと、残り3年目、4年目、5年目で3年間できないですよね。そうなんです。なので、もう2年目くらいからは周りの人に教えられる、指導するということができないといけません。わかりますか？皆さん5年間しかないです。これ何度も言いますけれども、皆さんの特定技能1号で働ける期間は5年しかありません。これは例えば分野を変えたとしても通算で5年ですので、例えば建設1年やりました。また別の分野で5年間頑張ります。これはできません。建設業で1年働いたら残りはもう4年しかないですね。ここは勘違いしないようにしてください。はい。で、特定技能2号になるために、どの分野を選ぶのか。これもう最初に何を選ぶのかでもう決まってしまいます。いいですか？なので途中で他の分野で2号を目指そう。これ甘いですね。考えが。もう無理だと思います。はい。で、最後3つ目ですね。特定技能1号の1年目から勉強を始めましょうということです。これ技能検定1級レベルの試験なので、ちょっと勉強しただけでは合格はできません。ですので、しっかりとまずは日本語を勉強する。そして特定技能2号の試験の対策をしていくということが必要です。日本語レベルの要件は建設業分野の2号においてはないんですけれども、少なくとも N3、JLPT で N3 レベルは必要かなと思います。欲を言えば N2 は持っておくとより良いのではないかなと思います。はい。なので、逆算してですね、考えていって何をしないといけないのかということは常に考えておきましょう。最後ですね、アドバイスです。どうやって特定技能2号に SSW2 になっていくのか、もうこれだけですね、計画的なキャリアステップを考えようということです。どういうことか。これ5年目までに特定技能2号の試験を合格する必要があります。そこから逆算をして何年目に何をやらないといけないのかということを考えましょう。例えば5年目に SSW2 の試験、特定技能2号の試験を合格するとします。そしたら4年目にはできれば1回試験を受けといた方がいいです。それによってどこの部分がわからないのか、また自分がどこが得意なのかということがわかるので、1回4年目に受けたらいいですね。はい。
で、じゃあそのためにどうしたらいいのかというと、2年目、3年目というのは、もう指導する立場で経験を積んでおかないといけません。いいですか？ 2 年目、3年目からはもう指導する。他の人に教える。工程を管理する。そういうところに自分のポジションを上げていかないといけないです。じゃあそのために1年目どうするか、1年目何をしないといけないのか、それはもう仕事を覚える。そして指導する立場になるための準備をする。さらには特定技能2号のテスト勉強を始める。またここには書いてないですけれども、日本語の勉強も絶対必要です。はい。なので、5年で SSW2 になるというのはかなり難しい、ハードルが高い内容となっています。はい。ただですね、しっかりと準備をすることで特定技能2号になることというのはできますので、ここはね、皆さん諦めずにきちんと計画を立てて、特定技能2号を目指して頑張ってほしいなと思います。そして私の方でですね、特定技能2号になるための試験対策のコースですとか、対策レッスンというものも行っていますので、気になる方はぜひコメントで教えてください。また今日の内容でわからないこと、質問があればこれもコメントで教えてください。一応今出ている情報、2025年2月時点での情報になるので、もしかしたら最新の内容というのは今後変わっていくかもしれません。そこは自分の、しっかりと調べて最新の情報がどうなっているのかというのは、自分で調べるようにしましょう。はい。じゃあここまで見た人、素晴らしいです。本当に特定技能一緒になりましょうね。特定技能2号に一緒になれればなと思いますので、最後見たよという人はぜひいいねボタンを押して私にアピールしてください。はい。見ましたか？最後まで見た内容分かった。そしたらいいねボタン押してください。はい。じゃあ最後になりますがね、このチャンネルでは皆さんが特定技能2号になれるようなサポートをしていく、そんな動画をこれからも出していきますので、チャンネル登録も忘れずにお願いいたします。それではこれから日本語の勉強大変だと思いますけれども頑張りましょう。また会いましょう。